皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新型コロナウイルスに対して行われてきた緊急事態宣言の解除という見通しになってきました。今回はこのことについて関連して、東京の小池都知事の行動についても少し言及しようと思います。新型コロナウイルス対策というのは、当初は何もわかりませんでした。何もわからない状態ですから、一番大事なのは最大限に防御することです。最大限に防御すれば被害は最小化することができます。そのため政府には様々なことが求められました。早く防御しなさい、もしくはその防御に抜けがあれば、その抜けについて批判が集中するといったことも当然のことだったでしょう。しかし現在では新型コロナウイルスに対する情報というものは様々集まってきている状態です。そのため、当初は何もわからないのですから、とにかく防御を固めることこそが市場の政策だったわけですが、現在においては情報に基づいた行動といったものが政府に求められるようになってきました。そうした変化にどれだけ対応するかというのも非常に重要なポイントです。ところが、東京の小池都知事は、そうした変わらなければならない時になっても、まだまだ以前の何もわからなかった時と同じような対応を取ろうとしています。このことは東京都だけでなく日本経済全体にとっても非常に悪い影響が出るということを今回は見ていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。緊急事態宣言、明日全面解除を諮問へ。政府新型コロナ。政府は東京など首都圏の1都3県と北海道で継続している緊急事態宣言を解除する方針を固め、25日開く諮問委員会に諮ることになりました。これにより、先月7日から出されていた緊急事態宣言は全面的に解除となる見通しです。新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言は、東京など首都圏の1都3県と北海道に出されていて、政府は25日、解除できるかどうか判断することにしています。これを前に安倍総理大臣は、午後4時頃からおよそ45分間、総理大臣官邸で菅官房長官、加藤厚生労働大臣、西村経済再生担当大臣らとともに、緊急事態宣言が続く地域の新たな感染者数の動向や医療提供体制などについて報告を受け、対応を協議しました。これを受けて政府は、首都圏の1都3県と北海道のうち、東京は24日、14人の感染者が新たに確認されたものの、減少傾向に変わりはないとしたほか、神奈川や北海道も感染経路が終えており、医療提供体制も改善しているなどとして、緊急事態宣言を解除する方針を固め、25日開く諮問委員会に諮ることになりました。これにより、先月7日から出されていた緊急事態宣言は全面的に解除となる見通しです。というわけで、緊急事態宣言解除に向けて動き出しているわけですが、昨日のデータを少し見ていきましょう。検査陽性者数は 16,375 人と累計となっていますが、増えている前日比はプラス28人です。東洋経済オンラインのデータを何度となく使ってきましたが、緊急事態宣言の解除に伴い、今回のようなデータ表についてもこれで見納めかもしれません。そして入院治療等を要する者2130名、こちらも前日比マイナス163名という具合にして大きく減少が続いています。その結果としてベッドは大量に空き、病院は収入難の別問題が発生しようとしています。対策病床使用率は 6.7% にまで落ち込んでいます。ここから問題となるのは、緊急事態宣言が解除された後の経済状況についてです。ご覧いただいているのは休業要請の緩和ステップ、こちらは東京都のものです。大阪でも同じようなものが作られていたのですが、こちらは緊急事態宣言の対象地域から外れた段階において、こうした休業要請の緩和といったものはすでに行っています。ですが、東京都においては、緊急事態宣言が解除された後においても、休業要請の緩和にはステップを踏むことを公表しています。そのための図なわけですが、このステップ0というのが、いわばスタート地点となります。そこからステップ1、ステップ2、ステップ3とだんだんと休業要請の緩和を進めていくというのが小池都知事の考え方です。しかしここで大きな問題点があります。それは日本国政府としては緊急事態宣言はもう必要ないなという判断をしたわけですから解除するわけです。ところがそのような緊急事態宣言が解除された後においても東京都としては独自に休業要請をまだしていこうというのがここが大きな問題点なのです。しかもこの休業要請の緩和には一つ大きな問題点があります。
それはこのステップ1からステップ2、ステップ2からステップ3へと進む段階において、一体どれだけの期間、間があるかというと、2週間ごとに見直しをするというのです。ですから、1、2、3と進んでいこうと思うと、1ヶ月以上かかってしまうことになります。現在の新型コロナウイルスの実効再生産数、他の人に移す割合というのは、数値上で言えば、ゼロにも近いような状態です。そのような状況下において、2週間ごとにこの休業要請の緩和を考え直すというのは明らかに現実離れした話です。そしてこのように東京都が営業自粛を続けなさいというメッセージを発している限り、これに従うもしくは従わざるを得ないような経営者もたくさん出てくることでしょう。しかし、先ほども述べたように緊急事態宣言の解除が見込まれている状況において、このように東京都は独自に休業要請をかけ続けるというのは非常におかしなことです。そして、このことは東京に住んでいない人にとっても大きな影響があります。それは東京の経済規模というのは日本全体にとっても非常に大きな影響力があるからです。こちらのデータは平成29年のデータではありますが非常に重要なデータです。これは GDP のデータです。アメリカ、中国、日本、ドイツ、インドといった具合にして国家の名前がそれぞれ並んでいくわけですが、その中においても東京 1.0 というのがあります。これは日本の中における東京の GDP というのが日本全体の 20% を占めている。そして東京の GDP というのはトルコやメキシコやスペインなどとそれほど変わらないレベルで非常に大きな経済規模を持っているということなのです。東京は一国家と同然の GDP がある。これが非常に重要なことなのです。そして東京の持っている GDP がこれほど大きいにもかかわらず、国家として緊急事態宣言を解除しましたよと言っているにもかかわらず、小池都知事がまだまだ休業要請をかけるというのであれば、経済に計り知れないダメージが出てしまいます。このことは東京だけではなく、日本全体に悪影響を及ぼす話なのです。現在分かったことの中で最も重視すべきことは事実です。その事実とは、新型コロナウイルスは現在地球全体に広がっているわけですが、その中でも明らかなことがあります。それは、新型コロナウイルスの持っている脅威度というのは、国や地域によって全く異なってくるということです。この脅威度が違う原因というのは様々言われています。例えば私もチャンネルの中で BCG ワクチンの影響があるかもしれない、もしくは白血球の方、HLA の方というものが違うことによって、新型コロナウイルスにかかる度合いやもしくは重症化する割合が変わるのではないか。はたまた、新型コロナウイルスの前の旧型コロナウイルス、この中間種にあたるような、私たちの知らないコロナウイルスというものがすでに流行った地域があるのかないのかといったような様々な説があります。そうした説とともにあるのが生活環境の違いであり、それぞれの国の衛生観念や生活様式様々なものが複合的に絡み合って国や地域によって新型コロナウイルスの脅威度というものが変わっているという事実です。国によっては感染者数も多ければ死亡者数も多い。もしくは他の国においては感染者数は多いけれど致死率は低いといったような様々な状況の違いが現れています。そして日本においては新型コロナウイルスというのは広がりそうだったけれども広がらなかったという事実があります。初期に中国から流入したウイルス株については緊急事態宣言を出す前にすでに収束に向かっていたことはすでにデータとして分かっています。その後、欧米から流入した欧州株についてもやはり緊急事態宣言のその直前、みんなが気をつけようねと呼びかけていた段階で実効再生産数はピークを迎えていたというのがデータとして今となっては出てきました。これはあくまでも結果論ではありますが、その結果論が非常に大事なのです。その結果論から得られる事実というのは、日本において新型コロナウイルスの脅威というものは、欧米と比べれば桁違いに小さかったというこの事実です。どのような要因によってこうした脅威度の違いが出てくるかというのは研究者たちにその結論を任せましょう。かつての SARS や MERS にしても、その年において様々な説を研究したとしても、その年には結果は出ないものです。何年か後になってようやく、なるほどこういった原因があって広まらなかったのだなといった学説がようやく出てくるものなのです。ですから今私たちにとって大事なのは、そうした様々な要因が考えられる中にあっても、一番確かな事実を一番見つめ、その事実に基づいて正しく恐れるということなのです。
そして現在の日本はといえば、海外からの留学やビジネス、そして観光客については大幅な制限を加えている状況です。もちろん入ってくる人たちはいるわけですが、これは統計上においてはほとんど誤差のレベルで、実際に感染爆発を起こすようなことはほとんどありえないような状況です。なぜそのようなことが言えるといえば、事実だからです。その事実といえば、私が何度かチャンネルの中で言及しましたが、1月2月において中国から入ってきた観光客というのは80万人いたわけです。その80万人いた時のウイルスの流入については何もしないような状況であっても感染収束に向かっていたのです。日本における4月の感染者数の増加というのが一体どこからもたらされたかというのは、これは遺伝子情報によって明らかにされています。それは欧米で感染爆発が起こって、そこから逃げ帰ってきた日本人たちが同じ日本人として行動する中において、日本の国内において広がってしまったのです。ここでの問題点は、空港検疫をしっかりとするかどうかです。空港検疫をする前の段階ですでに日本にかなり入ってきたと言われています。ですから次の感染の波が来るとしたら、最低でも他の国々とどれだけの人々の移動というものを制限緩和するかといったところに一番注意しなければなりません。ですから現在のような制限をかけた状態であれば、日本国内における経済活動というものは全開で活動させていかなければなりません。そうしなければ自粛が続いていた経済の萎縮というもののマイナス状況というものがどんどんと傷を広げてしまうからです。以上のように様々な情報が積み重なってきて、我々は新型コロナウイルスに対する考え方というものを変えていかなければならないような状況です。ところが小池都知事はこうした状況を把握しているとはとても思えないような行動を取ろうとしています。それが緊急事態宣言が解除された後であっても休業要請は続けていくよ。しかもその休業要請を見直ししていくのはあくまでも2週間単位でステップ1、ステップ2、ステップ3と2週間という非常に長い時間をかけて段階的に解除していくというやり方です。これは明らかに最初の何も情報が入っていなかった時の最大限の防御策に近いものがあります。明らかに新しい情報にアップデートはしていないことは明らかです。こうした政策を取る根拠は何かと問われれば、小池都知事は欧米の被害がとても大きいことを例にして言いますが、私はこのことについては何度も言いますが、欧米と日本においては新型コロナウイルスに対する脅威度というものは全く違うのです。欧米ばかりを見て、それを見ながら日本の政策をしていたのでは現実と合わないのです。にもかかわらず小池都知事が現在の政策を推し進める理由として言われているのが選挙対策ではないかという疑惑すら持たれています。新型コロナウイルスにかかった場合、その重症化のリスクというのは年齢が高ければ高いほど、もしくは基礎疾患のある人の方が高いと言われています。そのことはデータとしても確かに出てきています。ですから新型コロナウイルスを恐れる人というのは高齢者の人の方がより高い割合にあります。だからこそ新型コロナウイルスに対する感染症対策というものが徹底していれば徹底しているほど、高齢者の人たちにとってはそれは評価すべき政策となります。そして選挙に行く人たちの割合というのも絶対数として高齢者の人たちが多いというのが現実です。ですから小池都知事が選挙対策として新型コロナウイルス対策を必要以上に徹底しているのは、そうした人々に対する選挙活動なのではないかという疑惑すら持たれているのです。小池都知事の掲げている自粛要請の緩和に向けてのロードマップというのは、残念ながら東京に対するダメージだけではなく、その後ろに控えている日本全体に対しても悪影響を及ぼすような政策です。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。